メンテナンス&アップデートバージョン 3.4.0 予告。じゃあスパルと申します。ということで緊急のアップデート告知が参りましたので、皆さんと一緒に内容を確認していきたいと思います。今回ね、アブソルにバランス調整が入ったりだとかガルーラにバランス調整が入ったりだとかするんですけれども、内容そのものはかなりねちょっとだけではあるので、日程であるとか、これはどういう意図のアップデートなのかみたいなね考察要素もねお話ししながらやっていけたらなと思います。そして1ヶ月間ミュウのミラクルスナップ、皆さんお疲れ様でしたね。もうずっとやっててほしいミラクルスナップというところでお知らせ読んでいきたいと思います。さあそれでは参りましょう。メンテナンス&アップデートバージョン 3.4.0 予告です。まずは日程からですね。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。アプリバージョンアップを目的として下記日時よりメンテナンスを行います。メンテナンスの実施期間2026年3月31日火曜日1時30分より終了日時同日18時予定となっております。明日前日告知の翌日メンテってあるんだっていうぐらい急な日程になりましたね。かつてこんなに短スパンでメンテナンス来たの本当にちょっとしたね修正のアップデートの時以外はなかったんじゃないかぐらい急なアップデートとなりましたし、前回 3.3.0 の時も確か火曜日アップデートだったんですけど、その時はね先週に1週間前に告知があるみたいな感じだったので、本当に急なアップデートとなります。明日のお昼ご飯13時30分までとなりますのでお気をつけください。メンテナンス明日3月31日13時30分からとなります。さあそしてアップデート予定の項目です。まずは新機能新しいイベントキャンペーンの準備ということで、ラティアスリサーチのデータが追加されるみたいです。詳細はイベントキャンペーンのお知らせをご確認くださいということになっておりまして、私もね解説の動画アップしたりなどしているので、よければねこちらでもろもろ確認をお願いいたします。でラティアスについてタイプが何かとかスキルが何かみたいな情報がまだ出てきてないので、これがアップデート後とかに出たりするのか、今週中にできたりするのか、そこもねちょっと注目したいポイントだなと思います。クレセリアとかねライコーとかこれまでの伝説のポケモンたちって結構ね事前に告知されていたりもしたので、ラティアスがどうなるのかですね。そして新しい睡眠導入サウンドの追加、南エリアを歩くパルデアが追加となります。私ね今更ながらポケモンスカーレットをやっているので、まだまだねパルデアの曲には疎いんですけれども、睡眠導入サウンドなんて追加されればされるだけいいですからね。パルデア地方本当に音楽がいいのでめちゃめちゃおもろいゲームだなと、マジで神ゲーだなと思いながらポケモンスカーレットやらせてもらってます。もしよかったら配信もご覧ください。さあそして今回の目玉というべきかバランス調整に入っていきます。でもねちょっとだけではあるんですよね。まずは一部のお手伝いポケモンのメインスキルを変更です。アブソルのメインスキルが変更前エナジーチャージ S から変更後エナジーチャージ M になります。ちょっこりではあるなアップデート後メインスキルレベルは引き継がれます。すでに仲間に迎えているお手伝いポケモンのメインスキルも変更されますということで、アブソルのスキルがエナジーチャージ M になります。アブソルもね闇カラスと同じく強運みたいな特性を持っているポケモンではあったので、なんかねそういう風になるかなみたいな期待はずっとあったんですけれども、前回ヘラクロスとともにメインスキルが変更になってエナジーチャージ M になったカイロス先輩と同じルートをたどるということで、後ほどちょっとね考察パートでお話触れていきたいなと思います。そんなアブソルのメインスキルがエナジーチャージ M になります。さあそして一部のお手伝いポケモンのお手伝い能力を調整ということで、ガルーラのメインスキル発生確率を少しアップとなっております。ガルーラのメインスキル、ここは変更ではなくシンプルにちょっとだけ強化アッパーを入れてくるよという告知になりました。今なぜというところではありますね。これも後ほどお話ししていきましょう。そしてその他一部テキストの修正及び表現の統一とその他軽微な不具合の修正回収が行われます。ってことでもう本当にバランス調整的にはアブソルとガルーラが若干強化されるよというお話となっておりまして、どれぐらいね強化されるのかみたいなところねお話見ていこうかなと思うんですけれども、まずこちら今ね画像で出していると思うんですけれども、エナジーチャージ S のポケモンとエナジーチャージ M のポケモンと食材ゲット S のポケモンを並べたスキルの発生期待値のグラフになっております。
これはまず上からアブソル行きたいなと思うんですけれども、エナジーチャージ S 的には期待値 2.25 回ぐらい1日の無補正の時の期待値になってるんですが、大体カイロスと一緒ぐらいとなっておりまして、カイロスがちょっと強化されたんだから俺も強化してくれよなみたいな感じで、このねスキル確率とかは特にいじられずに、これがこのままエナチャ M になるものと思われます。嬉しいのかなシンプルに強化であるということは喜びたいなとは思うんですが、エナチャ S が M になったからといって何かしらね編成に影響が出るかと言われるとそんなことないかなとは思うので、逆にカイロスは怪力バサミにはなることがなく、アブソルも強運になることはなくみたいな感じで、メインスキルがね今後いじられるかもしれないみたいなところがちょっとなくなってしまったのかなという、ある意味残念な気持ちもありつつ、とはいえ純粋な強化だしなというところですね。そして下から2番目、食材ゲット S でバタフリーに次いでスキルの発生期待値が低いのがガルーラとなっておりました。バタフリーってね、全ポケモン中でもトップクラスにスキル天井に到達しやすいポケモンとなっていたので、78回のスキル天井ね、78回連続でスキルが不発だった場合、79回目に必ずスキルを発動してくれるというやつですね。代表的なポケモンがバタフリーであったりとか、キテルグマであったりとか、ある意味ライコウ、エンテイ、スイ君もスキル確率が高くない子たちはかなりスキル天井に行きやすいみたいな性能はしているんですけれども、そんな食材ゲット S 界隈どころか、ほとんどのポケモンの中でもかなりスキルの期待値の低かったガルーラのスキル確率がちょっとだけアップするらしいぞということで、ちょっと前のタイミングでね、デリバードがスキルの効果量は減るんだけど発生期待値を上げますねみたいな感じで、今ではねもともとガルーラとかバタフリーとかと近いぐらいの位置にいたはずなデリバードなんですけど、今や2回ちょっとぐらいはスキルの期待値あるよというポケモンになっているので、なんかこれぐらいガンと上げてほしい気もするんですけど、 1.5 倍メインスキル発生確率を上げたとてそこまでいけるのかどうかみたいな感じではあるので、だいぶガルーラに関しては焼け石に水感を感じなくもないんですけど、これがね果たしてどうなるのかというところですよね。で、じゃあアブソルガルーラってそんなに強化しなきゃいけないぐらいのポケモンなのってところで、彼らのね食材の期待値みたいなところもちょっとね見ておこうかなと思うんですが、まずアブソルカカオを誰が一番集められるのかみたいなねグラフをご用意しました。 AAA で最もカカオを集められるのが銅ということになっておりまして、アブソルは現在2番手なんですよね。これ全部が無補正の時なんですけれども、で3位にBB のカメックスがアブソルとほとんど同じ個数集められるということで、なかなかねカカオのポケモンとしては肩身狭めな立ち位置にはずっとなってたんですよね、アブソル。しかもアブソルってかつてアッパーの調整をもらったことがあるポケモンなので、カイロスもガルーラもなんですけど、フレンドポイント16のポケモンたちってかつてはねそんなに強くなくて環境を経ていくとともにちょいちょいアッパーがあって、なおこの位置というね、そんな調整のポケモンとなっております。でやはりアブソル能力的にちょっとね物足りないなというところではあるものの、食材方面の能力は何かしらの理由でこれ以上上げられないということになったのかなと思いました。銅が一応カカオ最強であるという地位はそのまま守ってあげたかったのかなみたいな感じで、エナジーチャージの効果量が増えるという、比較的やけくそ調整寄りの調整に落ち着いたのかなというところですね。一応ねパルデアウパーもゼニガメもフレンドポイント5でゲットしやすくて、それよりねフレンドポイント3倍以上かかるアブソルの能力がこの程度というのは、個人的にもっと強化しちゃってもいいんじゃないかなとずっと思ってはいるんですが、やはりね食材方面の能力には特に調整入らずということなので、何かしら多分運営さん的な思惑があるんだろうなというところですね。前回強化されたカイロスも結構そんな感じで、もともと密最強のポケモンには不思議花がいて2番手だったんですよね。でアブリボンが来て、アブリボンはスキルのレベルを上げてなんやかんやするとカイロスと並ぶかカイロスより強いかぐらいの立ち位置ではあったんですけど、パルデアウパーが来てね自分の立ち位置が若干脅かされるということになったからなのか、ちょっとねいろいろと考察しがいがありそうなタイミングでのアブソル強化とはなりましたね。
そしてガルーラの方もちょろっと見ておきたいなと思うんですけれども、生姜のポケモンって全然いないんですよね。生姜のポケモン、最強のポケモンとしてバンギラスが君臨しておりまして、一応2番手にはつけているのがガルーラとなっております。で、3番手がリザードン ABB のことなっておりまして、さっきのねカメックスに対するアブソルはかなりもういい勝負をしていたんですけれども、リザードン対ガルーラだとガルーラ AAA の方が若干生姜のところでね、その威厳を保っているというところではあるんですが、リリース当初からね、バンギラスとの能力の差はもう明白ではあったので、数々のテこ入れを経て、ガルーラのメインスキル発生確率に調整と。それこそね、ヨーギラス、ガルーラ、ヒトカゲ、すべてね、アンバー渓谷で再登場というか、してくれたポケモンたちではあるので、今って生姜のポケモンアンバーにおいてはかなり厳選しやすい環境にはなってるかなと思うんですが言うても全然使われていなかった食材、あんまりね今の最強レシピにも入ってないですし、なかなか使いづらめな食材という立ち位置でここまで来たなというような雰囲気をちょっとね感じているので、もしかしたら今後生姜にもうちょっとスポット当たりますよみたいな先予告的なことがあったりなかったりするのかななんてちょっとね勘ぐったりはしますね。そんなねフレンドポイント16の、いわゆる無進化ポケモンなんて言われるポケモンたちの食材のポケモンたちのスキルの能力を重点的に、最近バランス調整しているよと。本当にねどういう理由なのかはねマジで分かりかねるんですけれども、一応ねなんか共通点みたいなのないかなと思ってちょろっとね考えてみたんですけど、それこそね今ね話に出したカメックス、リザードン、不思議花、前回ねミツの不思議花よりは強くなかったカイロスのスキルがいじられて、でカメックスのカカオよりは強いんだけどカメックスと同じぐらいの能力のアブソルのスキルの能力も調整されて、で ABB 生姜リザードンよりはちょっと強いんだけどなみたいな、ガルーラの能力がちょっと調整されてみたいなところで、何かありますか御三家的な何かがあるのか。あとはね一応カイロス、アブソル、ガルーラは3体ともメガ進化できるポケモンではあるので、そういう何かが来たりしますか関東御三家も全員メガ進化できますし、バンギラスもメガ進化できるんですけどね、みたいな感じで、アブソルやカイロスのエナジーチャージのレベルを上げてもそこにメインスキルの種を投じることができる人は果たしてどれだけいるのかというところはありますし、ガルーラはね現時点ではスキル発生確率最弱クラスの1体ではあるので、それがどれだけ大きく強化してもらえるのか、焼け石に水みがあるのか、ちょっとねメンテナンス明け後を注目してみたいなとは思います。ぜひね皆さんの中でも今回の調整だったり、前回の調整も受けて、このね運営さんの調整方針にどういう意図があるのかみたいなね思いついた方何でもコメント頂戴できたらなと思います。なんとなく食材方向はあんまりいじりたくないのかなという意図だけをなんとなくね私は感じるんですけれども、皆様いかがでしょうか。そしてこのメンテナンスアップデートバージョン 3.4.0 明日13時30分からとなりますので、明日のお昼ご飯はお気をつけください。そんなメンテナンスアップデートバージョン 3.4.0 予告でした。ということで本日は少しだけだったんですけれども、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ高評価で応援いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。それではねラティアスリサーチに向けて今週1週間しっかりと準備してまいりましょう。一応ね明日で3月最終日となりますので、スリープポイント交換所の交換まだだよという方はお忘れなく。それではね明日いきなりメンテナンスということなので、久々にいつものやつで締めておきたいなと。久々にいつものやつって意味わかんないけどね、締めておきたいなと思います。明日のお昼ご飯は13時30分まで、明日のお昼は13時半まで。またね、バイバーイ。